こんにちは。お元気ですか？今日は4月の22日の水曜日ですね。一昨日ね、ちょっと私スーパーに歩いて行ってたんですけれども、だいたい夕方の5時から6時ぐらいの間だったと思うんですよね。ちょうど外を歩いてスーパーに向かっているのが。で、その時間帯だからね、ちょうどお仕事帰りの人とかがね、私と同じ道をぞろぞろ結構歩いてたりするんですよ。で、その時にね、なんとなく目に入った2人組の女性がいまして、まあ、その方たちはね、多分ね、近くで働いてる、職場がすぐ近くにあって、それでそこから仕事が終わったんで、多分車通勤してて、その駐車場まで歩いて行ってるんだろうなっていうような雰囲気だったんですよね。駅の方角に向かってるわけじゃないんですけれども、結構そのエリアって駐車場とかがあって、多分会社さんが借りてるところもあれば、この月決め駐車場みたいのもちょこちょこあったりとかして、だから多分車通勤の方が、同じ職場の方女性2人が、駐車場まで一緒に行こうよみたいな感じで歩いてる感じなのかなっていう雰囲気だったんですね。で、私もスーパーに向かってて、方向がね一瞬だけ同じだったんで、私の視界の目の前にその2人が歩いてる感じになって、だいたい30代くらいの女性と40代が50代くらいの女性の2人組だったんですよね。で、私も何も考えずに、何買ってとかスーパーのこと考えてたんですけども、ふっと視界にその2人組の女性が入った時に、1人の30代くらいの女性の方がすごく猫背で歩いてたんですよね。で、猫背だなあの人なんてね、なんとなく思った時に、パッともったいないなってなんか思っちゃったんですよね。で、なんでもったいないなって思ったかっていうと、あのその方の猫背っていうのって、この容姿のなんかパッと見の印象とか、その人がすごく可愛いなとか綺麗だなとか、そういう外見の印象として、猫背ってすごくもったいないじゃないですか。もともと生まれ持ったパーツとか、あとはメイク、お化粧のメイクのスキルがすごく高いとか、あとは普段太らないように節制してたりとか、運動したりとか筋トレしたりとか、そうやってみんな容姿とかをね、なるべくいい状態に保ちたいなっていうふうに、特に若い頃は思うじゃないですか。特別あんま容姿気にしてない人とかでも、見た目がいい方が自分も気分はいいわけじゃないですか。なのでその中での姿勢っていう部分って、あんま努力なくて改善できるポイントなので、姿勢が悪くて、例えばパッと見の印象がなんだろう、数値化しちゃうのはちょっと失礼なんですけども、例えば点数でパッと見70点とか、姿勢が悪いせいで、本当はもっとその人の見た目とかそういうのは、例えば顔だけ見たら可愛いのにとかね、そういうのとは別に姿勢でちょっとマイナス減点されちゃうのめっちゃもったいないなと思ったんですよね。例えば太ってるのとかをちょっと痩せるとかだと結構大変じゃないですか。でも猫背っていうのを猫背じゃなくちょっとピッとするのって、毎回意識していかないと長期的には治んないかもしれないですけども、その瞬間一瞬で治るじゃないですか。だからなんかもったいないなって思っちゃったんですよね。だから人の容姿、特に私は女性なので、同じ女性に関してで考えてみると、その人がねすごくなんか可愛いなとか綺麗だなとか、あとは全体的になんか素敵だなとか、なんかそういう人のこの全体的な容姿全般というか、外見というかね、そういうので本当姿勢が悪いっていうのが、あの人猫背をしてるのめちゃめちゃもったいないって思っちゃったっていう、ただそれだけの話なんですよ。で、
私の前を歩いてたのはね、本当に1分ぐらいの一瞬だったんで、あのそんなにずっと考えてたわけじゃないんですけども、そのお二人と別れた後、こうスーパーに向かってる道すがらも、なんとなくこう人の容姿っていうことに関してなんとなくぼーっと考えてたんですよね。なので、まああの方もね、なんていうかこうあんま頑張らずに直せるポイントとして猫背なのはもったいないなーなんて考えてたのと同時に、あとあの人ちょっと歩き方もちょっとあのなんていうか、ちょっと適当な歩き方っつったらあれなんですけども、ちょっとその人内股気味だったんですよね。で、なんていうのかな、別に内股だなっていう風にこう特別じーっとチェックしなくても、ああいうのってぼやーっとこうなんとなく視界の端とかに入ってるくらいでも、その残像の記憶みたいので、その残像を思い出すとこう内股だなってなんとなくわかるじゃないですか。人間って結構観察してなくてもなんとなく雰囲気で結構しっかりこう記憶をしっかりまた戻ろうとすると見えるじゃないですか。なので、そういえば内股だったなみたいな、あの歩き方ももったいないなと思って、私ちょっとその人のことすごい失礼なんですけど、めっちゃもったいないなっていうことを思ってたんですよ。で、こう内股で結構ポテポテ歩いてたので、多分ね、あんまこう容姿というか、こう普段のこういう姿勢とかは気にしないタイプなんだろうなっていうふうに思ったんですね。おそらく雰囲気的にこう事務仕事というかね、こうオフィスワークなんだと思うんですけれども、こう長年仕事とかしてるうちにね、こうちょっと猫背が拍車がかかって少し巻き肩になってきちゃったりとか、そういう生活習慣もあるのかもしれないし、まあもともと内股気味だったのが、こうなんていうのかな、そのまま普通に内股で、まあこう事務仕事とかだから普段そんなにすごく運動もするわけでもなく、そのこう外ももとかにこう重心をかけるようなね、あの歩き方にさらになってっちゃったのかなとか、こう大天使がちょっと出ちゃうような感じになっちゃったのかなとか、こうなんとなくぼーっと思ったりとかしてたんですよね。だからなんだろう、別にね、そんなになんだろう、人によってはそんなに容姿とかそんなにこう容姿至上主義でもないのに、人の容姿をそんな風にジャッジするように考えるのって失礼だとは思うんですけれども、ただね、単純になんかこうちょっとあの人もったいないところがいっぱいあったなっていう風に思ったんですよね。だから背筋をシャンと伸ばして、ちょっとこうスッとこう足を出すように歩いたら、別にダイエットとかそういう辛いことしなくても、それだけでこう見た目の印象が変わるから、一番楽な部分なのにもったいないなって思ったりとかしたって、ただそれだけの話なんですよね。だからそう考えると、こう私がこう普段こう周りで見てる人とか、あとはこう友人知人とかね、そういう人の中でこの人ってなんかこう雰囲気が素敵だなとか、こうちょっと可愛いところあって、そういうのなんかいいななんて思ったりとか、まあもともと容姿的にちょっとこう美人で羨ましいなとか、そういうのいろいろあるんですけれども、ただね、私はその人たちに出会ったのがすでに大人になって出来上がったっつったら変なんですけど、出来上がった状態で出会ってるので、その人の容姿ももしかしたらその人がこう子供の頃からこう生きてきたそのあり方みたいのが、こう集大成って、まだ集大成これからも続くんで集大成でもないんですけれども、なんか出来上がった形が結構意外と外見にも出てるものなのかもしれないななんて思ったりとかしましたね。うん、そうそう、だからこうなんていうのかな、それでこうなんで私もさっきのっていうかね、この見た方を猫背とか内股とかその歩き方が気になったのかっていうと、よくよく思い返してみれば、もう忘れてたことではくらいのレベルで忘れてたんですけど、私もね子供の頃内股だったん
ですよね。そうそう。で、私は結構こうなんていうのかな、こう自分に自信がないタイプの子供で、人から言われたこととかもすごい気にしちゃうような、こういわゆる引っ込み思案って呼ばれるような子供だったんですよ。で、こう自分のこう見た目にも、コンプレックスがあったし、小学校低学年くらいの頃はコンプレックスなんてね、そんな言葉も知らなかったですけれども、こなんとなく自分はね、こう周りの子よりもこう格が下っていうのは思ってました。いつもレベルが下というかね、格が下というかね、こう容姿的にも人間的にも、人間的っていうのはこうなんていうのかな、友達から人気があるっていうね、それがちょっと下みたいな風になんとなく思ってました。あとはね、ちょっとね、先生からちょっとダメな子扱いされてたっていうのもあるのかもしれないです。小学校2年生の時の先生からちょっとね、あんま好かれてなくて、それで自分がね、またこう、よりこう自分がダメなんだっていうことを、こなんていうのかな、刻んじゃったんでしょうね、自分の心の中に。その頃はね、先生の言うことって全部正しいっていう風に思い込んでたんで、それをこうなんか先生ひどいとか嫌な先生とかそんな風に思うこともせずに、その人が言ってることだから、あ、そうなんだっていう風にこう受け止めつつ、静かに自分の中で傷ついていたみたいなね、自己評価を下げ続けていたというか、そんな認識もなかったですね。こうそうなんだっていうふうに、あ、やはりそうなんですねっていうふうに、なんていうかな、納得してたというかね、そういう時期もあったんですね。とにかく私はこう人より劣っているっていう感覚が子どもの頃は特にあって、その中でこう自分が内股だっていうこともある時、こう劣ってる部分というかね、人と違うというかね、なんていうか見た目的にこうなんていうのかね、内股がかっこ悪いというかね、あと「とこちゃん内股だね」なんて言われると、内股じゃない子から言われると、あ、やっぱ内股だな私って、みんな内股じゃないのに、内股の子もね一定数いるんですけども、そういう子たちは全然気にしてないわけですよ。でも私は自分が内股で歩いてることがすごく恥ずかしく感じたんですよね。それでこうある時からこう内股を直そうとして、こう歩いてる時になるべくガニ股で歩くようにしたんですね。こう頑張ってガニ股で歩き続ければ、こう自然にまっすぐぐらいにはなるだろうみたいな強制ですよね。そうそう、そういうのを始めたりとかしたんですよね。そうそう、それでこう普段パッと気づいた時に内股になってたらガニ股で歩くようにして、普通にこう座ってたり立ってたりとかする時とかも、こう少しガニ股っていうか、すごくガニ股じゃなくて、普通の人ぐらいのガニ股でするようにして、それを意識ずっとし続けて、多分小学校の高学年くらいには自然に内股ではなくなってたかと思いますね。ガニ股にまではならなかったですけど、普通くらいで、そういうのを思い出しながら、その一昨日スーパーに向かって歩いてた時、内股か、そういえば私も小学生くらいの時までは内股だったじゃんって思い出して、その時ポテポテ歩いてた自分のこう足元のスニーカーを見ながらこう歩いてたんですけれども、なんだろう、まっすぐよりもややガニ股くらいの足の角度で歩いてました。だから多分私骨格的にはちょっと内股なんだろうけど、これは自然にこういう風に体の力を使って歩くっていうのが習慣化されて、ガニ股ってほどじゃないんですけど、まっすぐからやや外向きくらいのいわゆる一般的な足の角度に、これは矯正したんだなぁなんて思いながら、それが良かったのか別に良くなかったのかっていうのを考えると、私の場合は体型的骨格的にやっぱりちょっとね、大天使って骨盤とこの
足の部分のジョイントの部分のあそこですねこの腰のなんていうのそこの関節の部分ですね。あそこがちょっと出っ張りやすかったりとかする部分もあるし、あとやっぱりねちょっとこう軸を中心に体幹を中心に力を入れる時とかはね、やっぱり少しガニ股寄りに立ったりとか動作をした方がいい部分もあるし、そうそう。ただね、骨格的にはね、スポーツとかやった時に、私ってもともとやっぱりちょっと内股っぽい骨格なんだなっていうのは感じることがあって、だからね、すごくガニ股にする必要はないんですけれども、結構後天的に矯正した体なのかもなーなんて思ったりとか、どうでもいいことをなんとなく思い出したりとかしたんですね。で、そう考えるとそっか、私のこの歩き方とかも後天的にこの歩き方になったのか、見た目のね、そういう動作っていうのも大きい意味での外見とか容姿っていう風に考えたら、そういえばそれを言ったら顔とかねとかも結構小学校とか中学校の時にコンプレックスだった部分が私はすごく気にするタイプだったからこうなったなっていうのはあるなっていうのをなんとなく思い出したんですね。そのもう一つのポイントは私が笑った時の歯茎ですね。あれいつだったら小学校の多分高学年くらいかな。だから小学校5年生とかそれくらいかな。私自分があははって笑った時の笑顔が鏡で見た時にニコーってすると上の歯茎がちょっと出てて、それがすごいブッサイクだな、嫌だな、嫌だなってすごい思ったんですよね。で、それをやっぱりね、自己肯定感も低いから恥ずかしいなって思ったんですよね。もともと生まれ持ったパーツはしょうがないけど、でもこの部分もちょっと私が容姿的に醜い部分だなと思って恥ずかしいし嫌だなって自分で思ったんですよね。ちょっとニコーって笑うと上唇が少しだけめくれるみたいな感じになって上の歯茎が見えちゃうみたいなね。その歯茎がすごく見えちゃってるのがすごく嫌だなと思って、それから笑う時にどこにどう力を入れたらこんな歯茎が出ちゃうかとか、あと歯茎が出ないように笑うにはどうしたらいいのかとかね、そういうのを鏡の前でこうやってちょっと笑ってみてチェックして、で上唇のとこ手で押さえながら笑ってみたりとかして、そういうの気にしてるうちに笑顔も習慣化されて、上唇というか上の歯茎が出ないような笑い方に大人になった今ではそれが普通になったんですね。これは筋肉の使い方の癖がもう習慣化されたような感じになると思うんですよ。だから今でも歯茎を出して笑おう、意識して歯茎を出して笑おうと思えばそれできるんですけれども、普通の状態で何も意識しなかったら普通に歯茎を隠すように笑うっていうのが習慣化されてるので、習慣化っていうかもう筋肉なのかな。なのでそれとかはね、結構笑った時の顔っていうのも容姿じゃないですか。だからそれとかもね、結構これは言われてみれば後天的に直したというかね、自分で意識してそういう風に持っていった顔のパーツというか容姿だなっていう風に思ったりとかしましたね。あとはね、顔のね左右がちょっと非対称だったりとか、そういうのってある程度ちょっと怪我とかね、そういうのによっても若干ちょっと変わってきちゃうので、そういうのはねちょっとしょうがない部分はあるんですけれども、この容姿とかね、そういうのって
小学生ぐらいの時はもともと生まれ持ったものがそのままですけれども、結構やっぱ20歳ぐらいになってくると、やっぱその人が作り上げた部分っていうのが思ったより大きく出てんのかもしんないなっていうふうに思ったりしましたね。だから私もね、子供の頃すごくコンプレックスに思っていたことが、そのまま大人になったというより、若干は修正自分でできたんだなっていうふうにね思ったりしましたね。あと猫背っていう部分で言うと、多分ね、私20代の前半ぐらいに少し、それまでよりも少し姿勢良くなったと思うんですよ。それまでも特別姿勢が悪かったわけではないんですけども、もしかしたらかすかにちょっと背筋がピンと伸びてないというか、少し腰が落ちているというかね、っていう部分がもしかしたらあったかもなっていうふうに思うんですね。で、なんで姿勢が少し良くなったかっていうと、20代の前半くらいにね、ちょっと結構腰痛というかね、怪我的な感じで結構腰痛がひどくなっちゃった時あって、その時私結構絶望した時があったんですよね。もう私は老人みたいに縁側で日向ぼっこをする老人のようにしか生きれないんだっていうふうに思ってなぜか自分の中でそのフレーズを思って自分で体育座りをしながら人知れずこそこそ泣いていた時期があってだからつまりねもう運動とかね、そういうのが運動もしくはスポーツじゃないにせよなんていうかすごくいろいろ精力的に動き回るような生活はもうできないかもしれないっていうので結構もう静かに座るような生活しかそこまでひどいなんか大怪我を負ったとかそういうんじゃないんですけども、腰痛がちょっとひどすぎていろんなことを諦めた時期があったんですけども、そもそもスポーツとかもね、もう激しいスポーツはできないだろうしって思ってすごくそう思った時期があったんですけども、だからね、その時にね、いろいろできる限りのストレッチやらピラティスやら自力整体やら針とか灸とか、あとカイロプラクティックとかあと整形外科とか、とにかくできることは全てやったというかね。あとは本屋に売ってる腰と骨盤って書いてある本は全て買って読み漁るぐらいのそういう感じですね。その頃 YouTube とかがね一般的になかったから全部そういう本屋とか情報はねそういうとこだったんですけれども、そういう時期があって、だからね、なんやかんやで、20代後半くらいには普通に、趣味でスポーツするぐらいには良くなったんですけれども、だからその間にね、いろいろそういうのをやった時に結果的に多分姿勢が良くなったんだろうなっていうふうに思いますね。いろいろ、ストレッチ的なものとか骨盤調整とか、自力整体とか、自分でエクササイズもしたし、そういうところにね、カイロ的なところにも通ったしとかね、そういうのもあったので、結果的にそれで姿勢も良くなったっていうのがすごく腰がすごく良くなったというよりも姿勢がまず良くなって私身長もその時ちょっと伸びたんですよ。だから20歳の頃よりも多分25歳ぐらいの時の方が身長が多分 0.5 センチぐらい1センチぐらいかなは高かったと思うんですよね。確かね、私20歳ぐらいの時に 159.9 ぐらいだったんですよ。でそこから全然伸びなくて、やっぱり私多分小学生ぐらいの時に160弱ぐらいがいいなって思ったのが、そのままそれでそうなったわって思ってたんですね。だから
160超えそうで超えないなみたいな、159.8 とか 9.9 とかね、そういう身長をねずっとキープしてたんですけども、なんかね25歳ぐらいの時にね161、あ、違うな、160点いくつぐらいになって、あれでも私最終的に161点いくつぐらいになったんですよね、身長。あれじゃもっと伸びたってことかな。まあいいや。その時ね、身長がね、1センチとか1センチちょっと伸びたのは、単純に成長したっていうよりも、骨格じゃないかなっていうふうに思ったんですね。要はストレッチ的な要素とか、あとはいろいろずれてる部分をとにかく直そうとかね、そういうのをした結果、骨格が整って、それで結果的に身長が、骨格が調整された分身長が伸びたのかなっていうふうに思ったりとかしました。あれちょっと何の話だったか忘れちゃったんですけど、そっか、それで姿勢が少し良くなったっていうのはね、あるかもしれないですね。それでやっぱりね、その腰をねキープするため、腰痛を起こさないようにキープするために、やばい、腰痛にこのままだとなってしまうっていうタイミングにこのヨガをするとかね、いろいろそういうコンディショニング的な要素なあれで、ある程度そういうのがもう習慣として続けてきてるので、そういう意味では腰のおかげで姿勢は前よりも良くなったっていうのはあるだろうなっていうのはありますね。だからそういうね、その人の人生史、歴史によってこの姿勢なり見た目なりっていうのは作られていってるんだなって思うと、人をパッと見た時のもともと生まれ持った顔の中のパーツの並んでる位置とか、それ以外の全体でその人の雰囲気って作るじゃないですか。この仕草とか笑い方とか姿勢とか、何かを動く時の動きの感じとか、その全体的な雰囲気でその人っていうものが出来上がってるので、人をパッと見た時ね、面白いなっていう風に思ったりとかしました。だからね、その30代くらいの猫背の方ももしかしたらね、巻き肩とかになってて、もしかしたら肩こりとかで悩んでるかもしれないし、見た目的にもね、ちょっとスラッという風に立ってシャッという感じでスッと歩いたらもっと素敵な感じになるのに、姿勢とかそういうのはね、一瞬でその時の意識だけでとりあえず一旦直せるので、もったいないっていう風にね思ったっていうね、そういう話なんですけれどもね。ちなみに私はこの小学生の頃、すごく自己肯定感がめちゃめちゃ低いし、周りの大人からとかもね、とこちゃんはこうだからねっていう風に言われたのをそのまま信じ込んじゃってたっていう部分があるので、ちょっと生きにくい部分はあったんですけども、やっぱりね、自我が芽生える中学生とかになって、それくらいからだんだん中学、高校、大人ってなっていくうちに、自分でね、いろいろ考え方とかを選択していいんだっていうのを徐々にそういうふうに思うようになって、ある程度自分の中のなんていうかね、そのマインドを修正していったっていう部分もあるので、そういう意味ではもう大人になった後はね、少し楽になったというかね、変にね、自己肯定感を下げてるのがデフォルト。自己肯定感が低いというかね、自分は一般的な平均値より下にいるんだっていう、なぜかそういう思い込みっていうのをね、やめるようにしてからね、だいぶ生きるのは楽になったかなっていうふうに思いますね。それからはね、周りの意見とか人のこととかそういうのはね、あくまで周りの意見だっていうふうに思ってから、自分の中で咀嚼して、こういう風だなっていうふうに判断できるようになったので、だいぶやっぱ大人の方が楽だなっていうふうに思ったりとかしましたね。あとは自分の見た目とかにもね、子供の頃からいろいろコンプレックスとかはありましたけども、大人になってからもね、いろいろその個性は個性でそれはいいみたいなね、
ちょっとありきたりなこうちょっと綺麗事みたいなこと言ってますけれども、なんていうのかな、あのその世の中の平均値的なこれが美しい綺麗だと言われてるところにね、こう囚われなくても別にいいなみたいなね、そういうのを思ってから全然こう容姿的な部分は全然気にしなくなったっていうのはねありますね。そうそう、なんかね、こう人の見た目容姿っていう部分をね、なんとなくスーパーに行く歩きながら思ったっていう感じですね。それで言うとなんとなくそれに付随して今パッと思い出したのが、最近 YouTube を見てた時になんかこうなんかちょっと気になって一瞬だけちょっとその動画見ちゃったんですけど、整形って今結構ありふれてて結構一般的になってきてるじゃないですか。それでなぜアヒル口おばさんが今増えているのかみたいなサムネがあって、ちょっとなんていうサムネか忘れちゃったんですけど、なんかそれでね、その動画もね全部見るのはだるかったんで、そのサムネの答えが分かるところだけパパッとこう飛ばしたりして見たんですけども、なんか、要はこう、整形する上でいわゆるこうおばさん世代、おばさんってちょっとその定義がちょっとあまりにも広いんですけども、そうだな、40代以降っていう風に言っときましょうか。その40代以降のその大人女子の女性たちの中で、その整形でね、結構このああいう唇とか、ああいうごめんなさい、ちょっと他ちゃんと見てなかったんですけど、目がこうでこういう口の感じでとかね、こういう風にリフトアップしてとか、そういうこう整形する時にこういう顔になりたいっていう希望をもとにお医者さんに整形してもらうわけじゃないですか。でその時のこういう顔にしたいっていうあれがその一つとして、いわゆるアヒル口っぽい、そういうアヒル口っていうかね、ああいう感じの唇にするっていうのがあったりとかして、要はその今のこの40代くらいの女性が若かった頃に流行ってた顔、可愛いとされてた顔の傾向がその40代とかちょっとこう年上になった時でもこうなりたい顔っていう感じになる傾向があるっぽいから、ああいう顔のおばさんが増えてしまうっていうのをちょっとこうそういうのを動画で言ってて、それをすごくねちょっと面白いなって思ったんですよね。やっぱ人はね、こう若い時にこうすごくいいって思ったこととか、素敵って思ったこととか、すごくかっこいいとか、これが好きって思ったことをそのままその年代に思ったことがやっぱりずっと残るものなんだなっていうふうに思ったんですよね。だから例えば今45歳の女性がいて、今現在に流行ってる顔のなんていうの傾向とかそういうのっていうよりも、自分が若い頃にこれが可愛い、これがいいなって思ったのがやっぱり一番いいっていう、それがすごく素敵の代名詞みたいな形として強く残るものなのかなって思ったんですよね。だから前の動画でもそういうことをちらっと話したことありましたけども、やっぱ生物学的にこの若い頃に思ったことが、その感受性の感度がやっぱりあの時期ってすごいから刻まれるんだろうなっていうふうに、心の中にねすごく刻まれる時期なんだろうなっていうふうに思ったりしたんですね。だからいいものはすっごくいいっていう、楽しいものはめっちゃ楽しいし、でも逆に言うとすごい辛いこととかがこうひどくこうぐさっと刺さる、辛い時の辛さもその振り幅が辛いっていうことですよね。同じことが起こっても、その45歳で起こった場合と25歳で起こった場合では、その時のショック度合いというか、
その自分の中にぐさっと刺さる傷口の深さっていうのが違うっていうことですよね。それって単純にこの長く生きてるからこの慣れてきたっていうのとは多分また別で、やっぱりこう感受性のその強さっていうのはきっとあるんだろうなっていうふうになんとなくこう思いますね。なんとなく思うっていうのが、私が若い頃のこの感覚と今の感覚を比べてみると、単純にこう長年生きたことによるこの慣れてきた感というかね、この痛覚が鈍感になったとかね、そういう部分なのか、単純にこう自分が人間として成長してきたからそういうことに対して取るに足らないものとして見れるっていうようなね、その自分が高みに上がったからとかね、そういうものじゃなくて、単純に感覚神経がその時鋭いだけっていうねそういうのも絶対あるなっていうふうになんとなく感じるので、だからね、そういう意味でその若い頃に自分がこうすごくこういいって思ったものが、やっぱりある程度年をいっても、たとえその時代の流行が他にあったとしても、すごく自分がそれを求めてしまう、若い時にいいと思ったものをやっぱすごくいいっていう風に刻まれるものなのかななんて思ったりしたんですよね。それで言うと、私もね YouTube とかのねショート動画見てると、結構昔のこのこの歌手の人のショート動画とか出てくるじゃないですか、よく。そういうの1回でも見ちゃうとおすすめでどんどん出ちゃうんですけども、例えば分かりやすい例で言うと、浜崎あゆみさんとか安室奈美恵さんとかね、浜崎あゆみさんのがめっちゃ多いかな。その昔の浜崎あゆみさんが全盛期だった時のショート動画とかがこうバーって出ると、やっぱりね、多分その人の動画のあれってだけですごい再生回数も回るんでしょうけど、あとコメント欄がすごいんですよね。その時信者だった人たちというか、やっぱりあゆが最高、あゆほど可愛い人はいないとかね、あの時のカリスマ今の時代では絶対出てこないとかね、今の時代に出てきても通用するとかね、歌唱力がなんちゃらで、この見た目のビジュアルもなんたらでとか、もうそれ間違いなくこう一般人より突出してるカリスマ性なり、見た目のビジュアルもそうだし歌もそうだし、そういうのは分かるんですけれども、なんかね、もうねちょっとね、そのコメント欄がね宗教じみてるくらい教祖様になってて、もうそれ以外はもう全部カスみたいな言い方してるんですよね。だからなんかこうなんていうのかな、すごくそのあゆがもうあゆほどの人はもう100年出てこないとかね、いいんだけど、全然それで自分が大好きだったっていうので本当にあゆって素敵だねっていうのをコメントで言うのはいいんですけども、令和の時代こんなカリスマ出てこないとかも、なんかね、逆に今現在のその若いアーティストの方たちの下げをするのはやめてくれと思って。でも多分その人たちはもうその時代に生きてて、もうそれがもうこう確実に刻まれてて、今その自分がもう中年くらいの年になった今でも、もう今の20代の若い人たちの歌唱力とかと比べても全然この歌唱力が違うとか書いてるんだけど、でもこうそうかなっていう風に旗から見たら、フラットに見たらそんなことないじゃないですか。今の時代で歌唱力がもっとある人もちょっと比べるちょっとラインが違うのかもしれないんですけれども、今の時代歌唱力がないっていうことは絶対ないと思うので、やっぱりなんかこうその時代がすごくその人の中でこうすごくこう感度が鋭くなっちゃう、感覚がいいものもすごくいいっていう風に刻まれる時期、もう多分遺伝子的にねそういう風にねプログラミングされてるんだなっていう風に思いますね、この DNA 的に。だからそういう感度とかをすごくして、その時いろんな人間こういわゆる生殖する時の年代だったりもするから、あとは働く時一番働けるこう体力がある時期とかね、だから多分この生物としてそういう風にプログラミングされてるんだろうなっていう風にね思ったりとかしましたね。
ではたまたこの昭和の時代の、例えば中森明菜さんとかね、あとは中山美穂さんとかもだけど、なんかこのやっぱもうこうなんだろう、この今の時代明菜みたいな人がいないっていうかね、こう全然歌唱力も表現力もその後こう全然こう明菜以外このいないみたいなね、そういうごめんなさい、同じことを言ってておもろいなって思ったんですよね。このあゆの時のコメントと全く同じことを言ってておもろいなっていうふうに思って、だからあとはどの時代、今の時代とかに出てきても通用するし、こんなこういう人はいないとか、それは人間はオンリーワンなんで、もちろんそれはそうっていうふうには思うんですけども、なんていうのかな、だから多分今の令和の時代のすごい人気の人とかも、これがね20年後とかにはね同じようなコメントが出るのかなと思ったりとかして、それがおもろいなっていうふうに思ったんですよ。ただもうテレビ時代だった人たちっていう部分ではちょっとそれは若干変わってくるかなっていう気はするんですよね。浜崎あゆみさんくらいまでの時代だったらみんながテレビで見てた時代じゃないですか。だからその時のこうなんて言うんだろう、こうみんなでこう祭り上げる人気のやり方っていうか、なんていうかそのメディアの違いなんですけれども、それと今みたいにこうなんていうかこう YouTube とかね、その SNS をメインにしたこうそれっていうのって結構なんていうのかな、このすごい多様性っていうかニッチな人たちの部分にも人気が若干こう分かれるというかね、そういう感じになってくるので、こうなんかメディアがやたら一人だけを祭り上げるみたいなね、そういうのがなくなってくるから、若干ちょっとその辺は変わってくるのかななんて思ったりとかしました。なんだろう、その猫背の女性の方を見たよっていう話からちょっと話がわけわかんない方向になったんですけれどもだからね、その人の容姿とかね、そういうのってちょっとしたその人の人生史みたいな部分が出てたらおもろいなっていうふうに思ったよっていう話でございました。それではまた。